子供の頃からテレビアニメがすごく好きだったんですね。アニメっていうものを受け取って楽しむ側だったんですけど、中学生になった時に、そろそろもう進路どうするのみたいな、どうやってあんた生きていくのみたいなのがやっぱ問われる時期になって、その時はまだボワーンとしてたんですね。なんか、よくわかんないな。なんか、海の生き物とか好きだから、なんか水族館とか勤めたらいいかなとか、ボワーンと思ってたんですけど、中学3年の時ですかね、NHK で宮崎駿さんの未来少年コナンっていうテレビシリーズが始まって、ものすごくそれにのめり込んだんですね。すっごい面白いって思って、で、それ以前にも、例えば宇宙戦艦ヤマトっていうタイトルがありまして、それもすごく大好きだったんですけど、エンドクレジットを見る癖がその頃からついてて、あ、今回は芦田さんだからキャラがいいなとか、今回はこの人だからちょっとキャラがいまいちだなとか、そういうことを生意気に小学校6年生ぐらいでしたけど見るようになって、でちょっとは意識してたんですけど、初めてそのコナンの時にこれだけのスタッフの人が関わって作ってる人がいて、その宮崎さんっていう人がいて指揮してるんだってことを知って、でこれは仕事としてすごく面白いかもしれない、一生の仕事にしてもこれはいいかもしれない、こういうものを作って人を面白がらせるってすごいなって思って、でじゃあ分かった、アニメの仕事に就こうって思ったんですけど、その時に決めたっていうのは一番根本的なきっかけですね。大学の時に漫画も描いていて、漫画の同人誌を出してたんですね。でその同人誌をたまたま見た大阪にいた山賀って、その後王立宇宙軍っていうの監督をする男がいるんですけど、山賀がその本をたまたま見て、で王立宇宙軍とかまだない頃ですけど、プロがアニメをどうやって作るのかプロセスを知りたいっていうことで東京に来てたんですね。でアトランドさんっていう会社で演出見習いというか、演出の仕事をさせてもらってたんですね。で彼が初めてマクロスっていう作品なんですけど、マクロスのテレビシリーズの各話担当の演出をすることになって、で経験もない上に単身その大阪から東京に出てきてるんで、友達というかその味方もいないんですね。でそれで誰か手伝ってくれる人いないかって言って探した時に、たまたま僕らが大学の時に出してた本を見つけて、でその時同じ同人誌で僕もいましたし、貞本義行さんってエヴァンゲリオンの漫画を描かれていた方が先輩、1個上の先輩にいて、でその2人に目星をつけて山賀がですね、でこの2人をなんとか呼んでくんないかっつって、で友達経由で話が来て、ほんじゃ行ってみるかと、渡りに船だわとか思って、アニメ仕事はできるぞとか思って、で沢本さんを誘ってアトランドさんに伺ったっていうのが慣れ初めですね。外注スタッフが上げてきた使えないレイアウトが山のように山積みになってて、これを2人でやっつけてくれみたいな話になって、でうおーっとそれを書き直して、ひたすら書き直して原画も書き直してみたいなところから始まりましたね。右も左も分からずに、とにかくこんなことやって、これって作家がする仕事だよねみたいな、いきなり呼ばれた素人がやる仕事じゃないよねみたいなって言いながら、でも一応やるかみたいな。テレビシリーズなんで、もうここまでにやらないと番組落ちちゃうっていう切迫感があって、とにかくもう端から来るもの来るものやっつけてっていう、そういうところから入りましたね。で一つ思ったのは、これでプロが務まるのかっていう驚きが一つと、あとあれですね、初めて自分が絵を描く、自分の好きなことをしてそれでお金がもらえたっていうのはすごく嬉しくって、それはすごく強烈に印象に残ってますね。
マクロスでバイトをしたのと多分時系列はちょっと前後がねちょっとよく思い出せないんですけど、ちょっと前かもしれないですねの時に宮崎さんが東京ムービーが子会社を作るテレコムアニメーションフィルムっていうそのテレビ中心ではなくて劇場作品を重たい作品を作るクオリティ優先の作品を作るスタジオっていうのを作ったんですね。でそこにその高畑勲さんと一緒に行かれて、でそこで仕事をされるっていう話があって、で雑誌か何かで知ったんですね。そこの会社でその不思議の国のリトルニモンを、日米合作でアニメーション映画として作る。でその劇場作品を作るためのスタッフを募集しますっていうのが告知が出たんですね。でそれでうわこれはもう応募するしかないだろうってこう思って自分のポートフォリオ書いたものをバーって送ったらまあ受かったというか受かったんですね。でその時貞子さんも誘ったんですよ。佐野さんも一緒に行きましょうよとか言って無理やり誘って、佐野さんは本当は漫画をやりたいって言って漫画の道にも半分足突っ込んでたんですけど、無理やり引っ張ってテレコムで試験を受けて、で2人とも受かったんですね。でもまだ2人とも学生の身分だったんでどうしようかっつって、で宮崎さんに相談したんですね。自分としてはやっぱり憧れの人と仕事ができるチャンスなんかそうそうないって思ってるから、もう学校辞めても行きますって話をしたんですよね。そしたら皆さんがやめろって話をして、やめなさいと。大事な機会だからちゃんと勉強できるのは、そんな仕事で覚えるようなことは覚えて業界に入って仕事の中でわーって揉まれたらすぐ覚えるから、それはまあ後でいいじゃないですかと。でちゃんと学校行きなさいよって言ってくれて、それで分かりましたって言って、その時は引き下がったんですね。ただちょっと知り合いになったっていうか、顔を覚えてもらって、できたばかりの2馬力に遊びに行ったりとかちょこちょこしてたんですけど、でマクロスが挟まって、マクロスの経験を生かして山賀がその大根4っていう自主制作フィルムを作って、でその中で庵野さんと知り合って仕事するんですけど、その時に今度はその大学卒業したらテレコム行くぞって思ってたんですけど、なんかいろいろあったらしくて、宮崎さんも高橋さんもテレコム辞めちゃうんですよね。アニメ雑誌で漫画の連載始めるんです、宮崎さんが。風の谷のナウシカっていう漫画を始めて、でそのナウシカを徳間がお金を出して映画作るっていう話がニュースがあって、で庵野さんと興奮するよねって話になって、すごくないって、これやりたくないみたいな話になって、でちょっとまた押しかけようって、じゃあ俺が手引きするから庵野さんも一緒に行こうよっつって阿佐ヶ谷のスタジオに挨拶に行って、その時は大根4っていう手土産がありましたんで、僕らまだ大学生ですけどこういうフィルム作りましたっていうのを見せて、じゃあ来なさいと、面倒見てあげるわと、使ってあげるわって言われて、やったーって言って、で庵野さんはすぐ行ったのかな。で僕ももう今回だけはもう逃しちゃいけないと思って、で勝手に学校休みますって言って、自主休学しますって言って半年ぐらい学校を勝手に休んで、それで行ったんですね。最初原画で撮ってもらったんですね、その僕と庵野さんと。だけど僕はやっぱり技術が拙くて、君はちょっとまだ原画は無理だからって言ってちょっとだけやったんですけど、動画で勉強しなさいって話になって、でやりますって言って動画やってたんですけど、で動画だけじゃなくてその一通り工程が見れるスタジオだったんですね。その撮影台もあったんです。指揮する企画立案をして指揮をする監督からロールアウトするその撮影するセクションまで全部ワンフロアの中で完結してたので、いろいろやってみなさいと。その色を塗ったりとか、あと撮影助手も やりましたし、撮影やってみたりとか、どういう流れでできるのか一通り見たらいいって話でちょこちょこやらせてもらって、でそういうのはすごく良かったなって今思い出すと思いますね。ラピュタをやる直前は王立宇宙軍を作ってたんですね。でも王立宇宙軍に取り組んでたんですけど、これまたみんなを裏切ってですね、ちょっとごめん、
ラピュタっていうのがあるからちょっと休むわって言って中抜きをして、スタジオが近かったんですね。どちらも吉祥寺にあって歩いてすぐの距離だったから、ちょっとごめん歩いて行ってくるわみたいな感じで、これまた半年ぐらい抜けてラピュタをやったんですけど、で今度は最初から一から原画をやってみなさいっていうことで、ラストのラピュタが崩壊するシークエンスを担当して一塊ワンシーンやらせてもらったんですけど、それもなかなか大変な作業で時間かかりましたけど、とにかく楽しかったっていう印象だけなんですよね。だから自分が何したっていうよりはなんかこうちょっと遊ばせてもらったような感じが強いでしょうかね。宮崎さんもさっきビジョンがはっきりしていて、こう言ったらこうだみたいなところも強いんですけど、そうは言ってもすごくフレンドリーで優しい人でもあるので、怖い時は怖いですけど、割とスタッフとざっくばらんに話もしてくれて、その意見も聞いてくれるっていう部分もあるので、例えばラピュタの動力機関っていうのが出てきますけど、不思議な黒い石のブロックが宙に浮いて動いてるところとかありますけど、あの辺とか、これどうしたらいいと思うみたいな意見求められたりとか、でなんかこんなんどうですかねみたいなとか、中南米の石組みみたいなパターンが入っていて、ぴったり隙間がなく並ぶみたいな感じでどうですかねとか、ちょっとそういう話をしたりしたのはなんとなく覚えてますけど、ジブリもそういう意味ではできたばっかりで、プレッシャーもなかったわけですね。宮崎駿っていう名前が世界中に知られる前の話だったんで、すごくスタジオの雰囲気も明るくて気楽な感じだったと思いますけど、なんか割とのんびりとしてたかなっていう、今思うとですけどね。こっちにガイナックス線もあるんですよね。こっちにジブリのあれもありますけど、本当に法律を作り切ったら解散するっていう手もあるよねぐらいの感じで始まったんですけど、結局吸ったもんだして作ってみたら人も集まったしノウハウもあるし、なんかこのまま解散するのはもったいないよねっていうことで続けていくことになったんですね。結局バンダイさんに返さなきゃっていうのもあったと思います、確か。でそれでじゃあちゃんとバンダイさんが儲かる作品を作ろうっていう話になって、いわゆる OVA ってやつね、オリジナルビデオアニメーションって名打たれたものが流行り始めていて、じゃあ劇場でもテレビでもなくて OVA で発売する商品を作ろうっていうので、メインスタッフだった岡田さんたちが中心になって、安野さんも入って作った企画がトップを狙え。トップを狙えがあった後に、なんかいくつか細かい仕事があってから NHK でテレビシリーズをって話があって、ナディアの企画が始まるんですよね。でナディアも結構大変な、1話ができるまでが大変だった。時間かかって、シナリオもコンテも2点3点して、時間がたっぷりあったはずなので、もうみたいな、あと半年もないよみたいな感じになって手をつけて、いや大変でした。でも大変だからこそ走り切ったっていうのもあるかなと思うんですけど、でそのナディアを終わった時に、もう一区切りでいいかな、ここでやることはもうそんなにないかな、ずっとこのままやっても同じことをやってるかもしれないっていう気持ちがなんとなくあって、でやめたんですよね。ガイナックスをやめて、でその後にもう一度ちょうど早尾さんの企画のお声がかりがあって、で豚をやりに行ったという流れなんですね。宮崎さんの仕事にぜひ関わらせてほしいなって思っていて、ちょこちょこ遊びには行ってたんですよね。何やってるんですかみたいな、今どうしてるのかなみたいな偵察しに行ってたんですけど、多分ね、皆さん迷惑なやつだなとか思ってたと思うんですけど、でその時にあれだな、たまたま手土産にグランブルーを持ってったんですよ、ビ
ビデオね、これ見ましたと、すっごい面白いですよっつって、でそしたら宮崎さんもすごいハマっちゃって、いいねこれいいねとかで、このエンゾっていうキャラクターいいねみたいな話になって、で割とそういうところからあんまり早尾さんが本当は好きなんだけどあえて触れてこなかったモチーフ、どっちかというとルパン方向、いわゆるベタなかっこいいっていうことを正面に出してみようみたいな、多分ちょっと実験というかチャレンジだったと思うんですけど、で模型雑誌で連載している漫画か何かで紅の豚っていう豚なんだけどかっこいいみたいなキャラクターが生まれて、でそこからこれまとまるんじゃない、映画になるんじゃないっていう話がどっかであったんでしょうね。企画が立ち上がって、当然もうやりたいなみたいな話、やりたいですって話をして、で読んでもらってやったんですけど、やっぱなんかその辺があれですかね、自分としても一つ壁だったのかなっていう気はしますね。もっと真剣に取り組んで与えられた課題に対して真面目に取り組むなんでしょうね、我慢が足りなかったというか根性がなかったというか、なんかその時やっぱ少し気が抜けていたんだと思いますね。テクニカルなことでもぶつかってたのかもしれません。意外と難しいところをやって、これはちょっと書けないなっていう、なんか壁にぶち当たって堂々巡りをしているうちにどんどん仕事は遅れて、で仕事が遅れるとだんだんもうやる気のテンションも下がってくるじゃないですか。ね、早尾さんの仕事ができないみたいなテンションが下がっていって、なんか遅刻も増えていって、だんだん怠け者になるわけですよね。何日も経ってるのにカットが上がらないみたいな感じになって、どうなってるんだって言われるみたいな。で、そうすると余計会社に足が向かなくなるみたいな。昼休み中吉祥寺の街をほっつき歩いて本屋さんで時間潰したりとかして、すごいだらしなかったんですよね。で最後にはもうとうとう怒られて、真面目にやってるスタッフで示しがつかないですから、君やめてくれるって話になって、分かりました、ね、なんでその時に食いつかなかったんだろうなって後で思いましたけど、あんなにやりたかったんだから早尾さんって仕事頑張りますって言えばよかったんでしょうけど、なんかその時はやっぱり気力がなかったんでしょうね。素直に入っててやめてしまったんです。慢心していたのか怠けていたのか、何にせよ技術的にもう当時ジブリで要求されていたレベルについていけないところに来てたんだろうなとも思います。豚が終わった後っていうのは多分ですけど空白、どうしようって感じだったんでしょうね。でその後多分どうしようと言いながらもなんか細かい仕事はちょこちょこしていたので、なんか漫画を描いてみたりとか、なんかデザインの仕事だけ請け負ってみたりとか、フリーランスでやってたんですけど、自分はもともとアニメをやりたいっていうことで仕事を始めたんですけど、アニメっていうのはやっぱりチームワークなので、どうしてもスタジオが必要、現場が必要なんですよね。今はそんなことないですけど、デスクトップで作れる環境もありますから、一人でっていうこともねあり得ると思いますけど、当時はどこをどう考えてもやっぱスタジオがいるっていうことがあって、それは裏を返せば一人ではそんなに大きな仕事は受けることができないっていう限界ですよね。でたまたま自分がガイナックス辞めた直後に樋口真嗣とかと、あと友達のシナリオライターの山口博っていうのがいるんですけど、3人でなんかフリーで仕事するのも気楽でいいけど、なんかちょっと大変なこともないみたいな話になって、じゃあみんなで企画持ち寄って回そうぜみたいな、互いに互いを助けるみたいな
互助会みたいの作ろうみたいな話になって、でそれで名前何がいいって言った時に樋口がゴンゾがいい。でたまたまその樋口がその引っ越しをしてもともと借りてたマンションが空くからそこ使おう、事務所に使おうみたいな話になって、でそこにたむろするようになったのが始まりですね。そのゴンゾっていう結びつきがその言ってみればその宮崎さんとの縁が切れてしまってこう風来坊とかフラフラしてた自分にある種軸足を与えてくれたっていうことになりますね。ゴンゾを始めてからいくつか企画の仕事が来るようになって、ジャイアントロボっていう作品の仕事をしたので、この会社とつながりができて、新しい企画があるからやんないっていう話があって、やりますとか言って、それはね、砂の惑星だったんですよ。デューンをやらないかって話があって、で、そのジャイアントロボをやってる会社の社長さんの、親分というか、大元に当たる人が、西崎さんっていうその宇宙戦艦ヤマトのプロデューサーだった人なんですけど、この人がそのアメリカの映画っていうか、洋画のディストリビューターもお仕事としてされてて、でラウレンティスプロダクションとつながりがあると、リンクがあると。ラウレンティスプロダクションに掛け合って、当時リンチの実写の映画がありましたけど、それをそのシナリオをこう宙に浮いたシナリオをもらってアニメーションにする、アニメのシリーズにするのはどうかっていうことをその社長さん考えたんですね。でそれの監督とかデザインとかやんないとものすごいやりますみたいな、やりますともやりますともって話になって、で出かけていったんですよ。で出かけていったんですけど、一向にその話は始まんなくて、ちょっといろいろこう話が難航していて、でちょっとデューンの話も進めは進めるんだけど、その前にこれをやらないって言ってこう目の前に出されたのがシド・ミードさんが書いた宇宙戦艦ヤマトのボードだったんですね。デザインボードを見せられて、何ですかこれとか思って、実はその親分の西崎さんが宇宙戦艦ヤマトのいろいろこう権利の問題とかで新作が作れずにいたけどクリアになりそうだから全くの新作として新しいヤマトとして発注をしたと。でミードさんがこれを書いたと。でこれをおかずにして新しいアニメシリーズを作りたいんだけどどうって言われて、でじゃあ乗りかかったふんだし、順番っていうんだったらじゃあそれを先にやりましょうかって話になって、それを始めたんですね。だからもともと宇宙戦艦ヤマトを監督しようみたいな腹積もりだったわけです。七点抜刀してやってたんですけど、結局ものにならずに、いろんな理由はあるんですけど、ちゃんとシリーズとしてロールアウトすることはできずに、第1巻第2巻ぐらいまでは出たのかな。それはもう時ではもう僕は関わってないので知らないんですけど、一番最初にそのヤマトの、プロローグになる OVA ってのが1本出て、そこまでしか関わってないんですけど、とりあえずそこまでは役目を果たしてもうやめますって言って、もう疲れ果てましたと、もうこれ以上これは関われないと思ってやめて、でまた細かな仕事をこうあれこれやる生活に戻ってたんですけど、そうしてるうちにも、当時はいろんな企画がそのゴンゾに持ち込まれていたんで、横でもう亡くなりましたけど飯田馬之助っていう演出家、ラピュタで知り合ったんですね。ラピュタでその炎上してたのかな、演出助手をしてたんですけど、その時に知り合って、で古い仲なんで一緒にゴンゾで仕事するようになったんですけど、彼が最初にその青の6号の企画を回してたんですね。小沢悟さんの原作漫画で一本やりたいっていうことでいろいろシナリオを作ったりとかで、小沢さんの方から新青の6号、もう小沢さんも筆早いんで発表するあてもない漫画を描いてたんですね。ある程度漫画はもう結構原稿が積み上がってて、でそれを叩き台にしてシナリオを作って、で飯田さんが監督するっていう話で進んでたんですけど、なんだかガンダムか何かのに関わってて、飯田さんが
でそこから足が抜けれなくなったんですね。制作がスタックするかスケジュールが伸びちゃったか何かでどうしても帳尻が合わなくなって、でのやりかけだからやっぱりガンダムをちゃんとやりきってからでないとできないっていう話になって、でバンダイさんの方がそれは困るみたいな話になってどうしようってなって、これまた僕のところにお鉢が回ってきてこれなんとかなりませんかねって話が来て、で僕自身はそのヤマトでもうヘトヘトに疲れていたのでまたなんかこう閉鎖空間の鋼鉄でできた船の中に乗って戦う話かとかってちょっと嫌だなって最初思ったんですけど、いろいろこう資料とか見せてもらって紐解いていくうちに、これはひょっとするとおもろいかもしれんぞと思うようになって、脈があるかもしれんとか思って、で乗っかったっていうのが青の6号の経緯ですね。青の6号って企画自体がゴンゾで当時進んでいたんで、もう一つ事情があって、プレイステーションの台頭っていうのがあったんですね。ソニーのプレイステーションっていうのがそれまでのゲーム機と違って割と強力な光メディアを使った強力なグラフィックの力があって結構いろんなことできるよっていうので、そういう仕事も請け負ってたんですね。その絵コンテやったりとかデザインをやったりとかゲームの仕事は結構ありました当時。タイトルも多かったんで、その中で社内にコンピューターを入れてグラフィックも作るようになったんですね。でそれでゲームの中のムービー部分を請け負って作ったりとかしてたんですけど、その中で僕らはそのフィルムの方から来たいわゆる伝統的なセルアニメーションの技法をこうやって作ったらいいっていうのは分かってるのは僕らで、新しく入ったその CGI の舞台の子たちはそういうのは全く分からないけど3D のツールを使っていろんなことができますよっていうのがあって、僕らは絵作りに強みを持っていると、絵の描き方や絵の作り方は知っている。でこちらはテクニカルなことは分かってるけど、実際そこにどんな照明を入れてどんなカメラを入れてこうしたらかっこいいみたいなノウハウはない。これを一つの舞台にしてゲームムービーとか作ったら面白くないっていうのがあって、実際それなりにはうまくいったんですね。でそれをこれもうちょっとやったら面白くないみたいな感じがあって、このチームを解散せずにもっとこうスケールを大きくして、で OVA はちょうど良かったんですね。そういう意味では30分でも許されたので30分1本だけでもじゃあ30分だとなんとなく作れんじゃないっていう感じになって、でハイブリッドっていうか半分 CGI 半分手書きのアニメーションっていうのを混ぜる技法でやってみよう、それを作ろうっていうのがもう一つ背後にあって、ちょうどその時に青の6号っていうのが来たんですね。これはちょうどいいかもしれないっていう、それこそ館内は基本的に潜水艦の中の話でね、座劇座ってる、どちらかというと殴ったり蹴ったりが起こるんではなくて、みんなこう座っていて心だけ動くわけですね。心理劇っていうか心だけ動くお芝居でよくって、で船の外はオール CGI で完結しても多分作れるわけじゃないですか。深海だし暗いしみたいな、そんなにこう質感がどうこうっていうこともないと、当時のことはそんなに重たいグラフィックスはひょいひょいとは作れないわけですけれども、でもなんとかなるかもしれないっていうところで始めましたね。ゴンゾっていう会社が青六の後にいっぺん潰れそうになるんですけど、お金使いすぎちゃって、でも他の会社が助け舟を出してくれて合体することで補強されて、仕切り直しになって会社の規模が逆に大きくなったんですよね。突然スタジオ 4°C の田中さんっていう方から電話がかかってきて、田中さんもともとジブリにいた人ですけど、マトリックスのアニメ版があんのよって、ありますありますとか言って、やりますやりますって2つ返事で言って、で受けたっていうのが正直なところ
なんですけど、当時その日本側のプロデュースをやっていたマイケル・アリアスさん、マイクさんっていう人がもともとその 4°C とそのワチャウスキのそのスタジオイオンとのパイプだったんですけど、彼がやっぱすごく日本のアニメが好きな人で、トゥーンシェーディングのソフトを自分で書いて、今結構普通に使われてますけど、割と先駆けだったと思うんですけど、3D モデルを使ってセルアニメみたいな主線を作るそういうシェーディングの方法っていうのを研究していて、でその辺でつながったのかな。でワチャウスキーすごい日本のアニメがも好きらしいと。なんで向こうから提示された選択肢が2つあって、シナリオは一応ありますと。でこれをやるかオリジナルの企画をやるかどっちか選んでくださいって言われて、で僕はそれ企画受けたのはいいんですけど、その直後に会社都合でファイナルファンタジーをやらなきゃいけない、ぜひやってほしいと、会社としてはぜひやってほしいと、やってもらわないと困るみたいなところがあって、ああ困ったなみたいな、もう受けちゃったのにと思って、じゃあしょうがない、並行してやっていいですかと。ただしその代わり誰か総監督をつけて、もっと手だれの人をつけてほしいっていう、そういう流れになって、でファイナルファンタジーの方も同時にやりながら、アニマトリックスもやりながらっていう、ものすごい疲弊しました。もう死にそうになりましたけど、ファイナルファンタジーもあって、これはもう自分の企画をっていうのも魅力はあるけど、もうちょっとこれ考えてる余裕がないなって正直思ったんですよね。ダメだ、今すぐ出ないとか思って、難しいって思って、じゃあシナリオがあるやつを自分は手をつけようと。みんなまだ拾ってなかったので、それをじゃあ僕がやりますって手を挙げて、でそのセカンドルネッサンスっていうシナリオが2つあったんですけど、2本あったんですけど、パート1パート2両方僕がやりますって言ってでやったっていうのが流れですね。前日談というか、なぜこういう世界になったんでしょうかって、種明かしじゃないですけど、歴史を解き明かすみたいな内容だったんで、本当に見ていただければ分かりますけど、本当になんか直にアーカイブ映像を編集しただけみたいなシナリオだったんですよね、内容がね。でさすがにこれはないだろうと思って、最初オリジナルでやってもいいっていう話があったから、少し味をつけようかなと思って、何か視点を与える、キャラクター性や物語性の視点を与えるみたいなことをくっつけたらどうなんだろうなとか、自分のアイディアとかタッチを、自分色を入れようかと思ったんですけど、やり取りしていくうちにだんだん、これはそのままやってほしいんだなっていうのがだんだん分かってきて、いわゆるベタな劇映画としての体裁はいらなくて、本当に配信でネットワークで開けてみた人がそのまま本当にマトリックスの中に蓄えられている映像アーカイブを見てるみたいな気分で見ればそれでいいんだなっていうことはだんだん分かってきて、忠実にシナリオ通りに作ろうって思ったっていうのは、こだわりといえばこだわりですかね。でそれを実行するために、じゃあこれ何なんでしょうってなった時に、そこは少し考えて、人工知能が地球上に残された、廃墟になった地球上に残されたいろんなアーカイブを探索してかき集めてきた、AI の判断でお好みで集めた自分史ですよね。自分たちの歴史を編纂したものだろうなとすれば、大体の映像はどっかで見たような、どっかで見たあれみたいな雰囲気のものがたくさん集まって恣意的につながれてるんだろうっていうことは思いましたね。だからそういうポイントで作りたいなっていうのは、こだわりってほどではないですけど、自分が考えた見立てですね。たまたまですね、ゴンゾに早川書房さんからお問い合わせがあって、うちがリリースしている翻訳 SF のタイトルでやりたいものはないかって言われたんですよ。たまたまその時にアルフレッド・ベスターの小説を
やりたいって言ったんですね。ずっといいな、やりたいなとは思ってたんですけど、放題はトラヨって言うんですけど、それをやりたいですって言ってお願いして、で早川さんの方でもなるほどっていうことで、結局早川さんの一存ではどうにもならないことは分かり、映像化権をホールドしてる人がアニメ化を許してくれず、で結局できませんって話で、それはそこで終わったんですよね。で終わったんですけど、そうかと思って、でもよくよく考えてみると、ベスター自体もそこ本はモンテクリスト博じゃんとか思ってだったらなんかもういっそのことモンテクリスト博がパブリックドメインなのいいことに自分もベスターの真似をしてみたらいいのではないかと思い立って、でそこからですよね、モンテクリスト伯爵、実はちゃんとした翻訳では読んだことがなかったんですよね。日本に簡単に翻訳して一冊本にまとめるっていう昔あった文化がありまして、だから長いモンテクリスト博もたった一冊の岩窟王って本になってるんですけど、それしか読んだことないからなんとなくは知ってんだけど、でももう子供の時に読んだし覚えてねえなと思って、ちゃんと読もうとか思ってガーって通してるんだらもう夢中になって、これすっごい面白いやんとか思って、でだから最初はもっとSF 味が強いっていうか、スペースオペラですね、文字通りスペースオペラっていう、ヒロイックでアクションも満載でメカ戦もあるよみたいな、もっとガジェット感のあるガチャガチャしたものをイメージしてたんですけど、原作の魅力に結構やられてしまって、違うなみたいな、これちゃんとやった方が面白いなみたいな気がすごくしてきて、でただモンテクリスト伯爵ってまんまではなくて、あえて全部日本に設定を置き換えて翻訳というか創作というかガラッと作り変えてるんですよね。だから最初はそれもいいなって思ったんですね。地中海を日本海に置き換えて、日本と朝鮮半島と満州と股にかけた復讐譚みたいなものにしたらバッチリハマるんじゃないかとか思っていて、それでそのまま黒岩瑠衣子っていう人の翻訳時のタイトル「岩窟王」っていうのをそのまま持ってきてたんですけど、でもやっぱ時代背景とかも難しいですし、いろいろやっぱりこれをやれるかって言われるといろんなちょっとやっぱ難しい部分もあるな。内容もそうですし、自分の知識とか力量もそうですし、やりきれるかというとちょっと自信がなくてですね。だったらやっぱそこはちょっとやりすぎだから、もう少し引き戻して自分が最初に思っていたサイファイセッティングっていうか、SF に落とし込むっていうある程度ファンタジックな世界観に落とし込んで、いつの時代のものかもはっきりしないし、国籍もはっきりしないっていう不思議な世界の物語に落とし込んで、で脚色していったらどうかなっていうことで、なんとなく道が見えて、でそれで取り組んだんですけども、一番イメージしてたのは貴族の館の中で人間が並んでいる絵で、しかもあまり動きがなくていい、本当に人形の家みたいなイメージを持ってたんですね。箱があってミニチュアの家具が置いてあって人形が並べてある。で寄ってみると人形は A ラインだったりスクエアなフォルムだったり丸かったり、それでもパッと見で誰かわかる。でさらに寄ってみるとテクスチャーが貼られたその物体の上に面がついていて、能面じゃないですけど仮面がついて、そこは作画でカチッと表情があるみたいな、極端に言うとそういうものが作りたいって思ってて、でアニメの作り方もすごく実写を意識したキャメラワークを意識したレイアウトっていうのはやっぱりメインストリーム、今もそうですけどメインストリームだったので、すごくやっぱ気にするわけですよね。レンズの画角広さであったり、あと高さであったり、どこにどう置いてどう見えるみたいなことで、それを演出がレイアウトを書き直して、あれやこれややって現像を直してっていう、すっごいこれが手間かかるわけですよ。手間かかって時間を食ってしまって、時間を食って
まずシナリオで時間を食い、絵コンテで時間を食い、レイアウトチェックで時間を食い、それと実は本当は大事な動画仕上げっていうその最後ので撮影ですよね。実はここで画面のクオリティを担保してあげたいのに、ここの舞台の人たちは何にもやることができないっていう状況があって、じゃあここにもちゃんと時間上げなきゃダメじゃんみたいな話になり、なるべくそのレイアウトとか絵コンテとかこの前のプロセスをもっと圧縮できないかっていうところで、その話が戻るとその人形の家を例えば望遠レンズで覗いたようなレイアウトでいいんじゃないっていう、そのいちいちその原画を描き起こして原画を手で描いてパースペクティブを正確に描いてなんかするんじゃなくて、もう描き割り、デジタルの描き割り、そのテクスチャーを貼ったもうなんか家具、平面でいいんだよ家具とかもってそれ用意しといて、ここに椅子置いといてパースなんか合わなくていいんだよってこう持ってきて、それをこう望遠圧縮で潰して平坦にした絵でそのフレーミングをしたものをつなげて話を作っていくみたいな、極端に言うとですね、そういうものを最初はイメージしてましたね。でやっぱそれでは結局いろいろ話がストーリーや展開が広がってやりきれなくなって外に出ることもありますし、その場しか出てこないステージも出てきますし、いろんなことが重なっていくといちいちそのためにステージを用意するコストが今度は逆転してバカにならなくなって、結局手で描いたりとか、最後はもうカオスになっていくんですけどぐちゃぐちゃになって、そのきちっとした理想通りのやり方、理想通りの方法論ではうまく作れてないとも思うんですけど、まあ当時の考えとしてはそんなことを思っていてチャレンジした作品ですね。ガンク2もそういう意味では頑張って、自分としてはこう理想を持って頑張ったタイトルだったんですけど、まあいろいろこう無理をしてお金を使って作った割には売れませんでしたという結果があって、まあリターンがそんなになかったっていうところもあって、でも次の仕事どうしようかなと思って、その次の企画はゴンゾの中で準備はしていたんですけど、まあゴンゾ自体の経営が傾いて、最初はここで自分たちが始めた会社だし頑張りたいと思ってやってたんですけど、結局まあ家族のこととかいろいろ考えると、やっぱ自分が何かをやりたいっていうことよりは自分の意地よりはそっちが優先だっていう考えに傾いていた時期ですね、それは。でいっぺんやめますと。でやめて、じゃあどうしようかなって思ってたところにたまたまそのアニメーションでマッドマックスをやりたいって話があるっていうのをもらってですね。でそれもまあ私も渡りに船じゃないですけども興味ありますっていう話をして関わり始めたんですね。もともとはアニメーションで作るっていう前提で仕事に入ったんですね。マッドマックスをまあ再始動するっていう時にジョージ・ミラーさんたちが考えた図式っていうのが、まあ、一番頂点にあるのがその本編ですね。その実写版のフューリーロードっていう実写映画があって、もう一つポイントがあって、一つが Xbox がないけどゲームですね。乗り物に乗って暴れてアクションゲームみたいなスカッとするぜみたいなアクションゲームが一方にあって、でもう一方の足がアニメーション作品っていうこのトライアングルで再始動したいと。なるほどと思って、でシナリオは大体もうざっくりはできてたんですね。そのフューリーロードっていうのは言ってみれば後日談というか、2人登場人物がフューリーオッサっていうのとマックスって2人中心のキャラクターがいますけど、でフューリーオッサがなぜ今ここにいるのかっていうのを前日談を描くのがアニメの仕事で、マックスがなぜ今ここにいるのかっていうのを書くのはゲームの仕事。だからこっちとこっちをやるとなぜこの2人が今ここにいるのか分かるっていう構成にしようっていうのは決まっていたんですね。でそのシナリオも含めて、じゃあアニメのこの作品どうする、どんな内容でどういう形で公開するみたいなことも含めて割とこうディスカッションしながら
作っていったんですけど結局、自分で首を絞めたっていうか、最終的にはそのシナリオも完成を見て、だいたいデザインラインもできてきて、で企画のパッケージとしてワーナーブラザーズにプレゼンテーションに行ったんですよね。行ったんですけど、その時に僕らがこだわったのが、日本チームがこだわったのが、映画として公開したいっていう欲望を持ってたんですね。その劇場作品として。で、アメリカのシアターでかけたい。言ってみればロードショーみたいなもんですね。これがメインタイトル、メインのやつで一本でかけたいみたいな野心を持って、で結局プレゼンテーションに行ったら割とこう冷たい反応というか門前払いというか、いやそんなマーケットありませんみたいな、そんな劇場でこれ一本でかけるのはないって話になって、結局なんとなくうやむやのうちになしっていう話になっちゃったんですね。ただシナリオ自体は面白いですねって話はあって、アニメじゃなくて実写映画にした方がいいんじゃないみたいな話はされたんですね。この内容だったらそうかもなみたいな。だから結局アニメのためにいろいろ用意したデザインワークだったりストーリーボードだったりもろもろはなんだかんだで無駄にはならなかったと思うんですけど、単体の作品としてアニメ作品としては成立しなかった、失敗したっていう、そういう話ですね。マッドマックスやってる時にもエヴァンゲリオンの新劇場版の1本目がもうリリースされて、それ横目で見てはいたんですよね。すごいものができたなと思って見てたんですけど、2本目を作っている時にあれです、ゴンゾで青の6号とかも手伝ってくれてた、で制作進行とか手伝ってくれた尾形くんっていうのが、プロデューサーなんですけど、尾形くんがカラーに入るっていうのを教えてくれたんですね。ですごい2本目の制作がこう大変なので手伝いに入りますっていうのを聞いて、で尾形くんとか結構仲良くしてくれてたんで仕事を振ってくれたんですよね。ちょっと手伝ってもらいたいみたいな、原画やってもらいたいみたいなのがあって、でいいよって言って手をつけたのが始まりですかね。2本目のラストほんのちょっとだけ手伝ったんですけど、あとイメージ出しとかですね、エヴァンゲリオンが発動して光の巨人になった時のイメージとかはその時に書いたのかな。本当にそういう意味では次の仕事としてちょうど渡りに船っていうのはそういうことで、じゃあちょっとこれをやんなきゃなみたいな。で3本目の準備とかもあったんで、2本目が終わった直後からちょこちょこ打ち合わせとか呼んでもらって、こうしたらどうみたいなイメージのを出したりとか、そういうことを始めていったんですよね。やっていくうちにだんだんもうこれ一本でみたいな、もう他の仕事はやらずにちょっと集中した方がいいなっていうのが、自分としてはジブリとの関係もそうですけど、一番大元になる自分を作ってくれた体験になってやっぱガイナックスだったりするので、経験としてはですね。でやっぱ結局もうすることはないわとかって偉そうなこと言って立ち去ったけど、ちょっと今随分それに助けられてる自分がいるなって思うと、多少は安野さんの役に立った方がいいんじゃないかなみたいな気持ちもあって、じゃあやっぱちゃんと戻ってちゃんとやりたいですっていう話をして、で今に至るというか、その3本目4本目もがっつり関わらせてもらってっていう流れですね。エヴァンゲリオン自体も長い作品ですし、で逆にコアの部分を握ってる人はやっぱりいるわけですよね。安野さんがもちろんそうだし中心だし、で鶴巻さんとか正幸といったガイナックス時代からずっと支えてきた人たちがちゃんといるんですよね。だから実際に
リアルタイムにこう関わって一緒に作ってきた人たちがいるので、あくまで僕はお助けだなって思ってるんですね。僕の意識の中では。逆に言うとずっと付き合ってないから、なんでこれこうなってんのって言える立場にあるっていうか、違う視点が入れれるかもしれないっていうのもきっと存在価値だろうって思っていて、だから完全に総監督の庵野さんのビジョン、思っていることをどうやって具体化するかっていうことが一番の仕事だって思っているんですけど、ただ庵野さん自身も困っていることはよくあって、ビジョンがはっきりしないとか迷っているなんてことはよくあるんですよね。だからその時にサジェストするっていうか、こうしたらいいんじゃないとか、こういうのもあるよみたいな材料が投げ込める存在でもありたいと思っているので、意識しているのはそういうことですね。自分の立ち位置というか、いわゆるセカンドユニットサードユニットみたいなのディレクターみたいな立ち位置であると同時に、大元の監督に対してもし足りない部分があれば、あるいは自分がシナリオから受けた印象があれば、こういうのどうって出していく。でなおかつ庵野の方からは前田にはなるべく絵描くように仕向けたいって言われてたみたいなんで、じゃあ分かったっつって絵で描くことで出していくみたいなイメージを出すってことですかね。なんかそれを力を入れてやろうと思ってやりました。だから絵を描くっていうことがやっぱり自分の中で仕事の軸になっているので、イメージボードを出していく、コンティニューストーリーボードを出していくだけではなくて、端々ですね。例えばちょっとここのデザインが欲しいとか、ちょっとここ原画が足りないとか、ここちょっと動画入れて欲しいとか、手を動かして役に立つことは何でもやろうっていうのが基本的な立ち位置でやりました。見返すと本当に生々しさっていうんですかね、は圧倒されますよね。シナリオの力があるっていうんですかね、セリフの選び方とかでそれを実現する演出力があるみたいな。当時すごいある種のカルチャーとして人気があったわけですよね。すごくある社会現象として若い人たちの支持があったっていう、それもなるほどって思う凄みがありますよね。旧劇場版まではそういうなんだろうな、ある意味社会に向かって外側に向かって挑んでいっている作品だっていう印象がすごく持ちますよね。それもこれも若いからできる恥ずかしげもなく自分をさらけ出したり、自分が思っていることや感じていることを生々しく伝えてるだろうなっていうのはすごく思いますね。で新劇場版は逆にちょっとブランクを置いて成熟した作品、逆にその時に巻き込んじゃった人たちに対してなんだろうな、楽しんでもらおうという少しリラックスした感じで楽しんでもらうっていうのかな、恩返しでもないしありがとうなのかもしれないし、ちょっとわからないですけど、でもそういう感じはするな。なんとなくそういうふうには受け止めてますね。だから若いゆえにいっぱいトゲトゲしたものを出して挑みかかってくるような姿勢も、そういう意味では庵野さん自身の当時の気分がそのまま出ていると思いますし、今の新劇場版もなんだかんだ言って丸ばったり角が取れてる部分はあるかもしれないけど、それでも庵野さんも変わったけれども、それでも頑張ってちゃんと自分を出そうとしている。いろいろあるじゃないですか。映画作る時に仕事だからやるとか、お金がないから作らなきゃいけないとか、予算を収めなきゃいけないとか、いろんな枷が実際には商業映画あるんですけど、そういうのとは別のところですごく自分に正直に作ろうとしている。
タイトルであるっていうことはなんか一貫してるなって思います。いろいろその内容が変わったことやテイスト手触りが変わったことに対して批判する人がいるのも分かるし、でもその批判されること自体も含めて全部エンタメなんだなって僕は思ったりして見てますね。なんかなんだこんなのエヴァンゲリオンじゃないっていう人がもしいるとすれば、でもそれネガティブな印象ですらもアクションしたくなる作品だってことですよ。その何が一番辛いかっつって、あってもなくてもいいよって言われることが一番辛い。その存在していることを認めてもらえないことがものを作る表現する人には一番辛いことですから、これだけそのポジティブもネガティブも含めてバチーンってこうダイレクトに反応を返してもらえるタイトルはすごく幸せなタイトルだなっていうふうに思いますね。アニメ監督になりたい、宮崎さんになりたいみたいなことを最初にちょろっと話しましたけど、本当にそれが自分に向いてることなのかっていうのはよく思いますね。そのやってみると監督っていうのはやっぱりなかなか大変な仕事で、その作品のクオリティのことだけじゃなくて人のマネジメントだったり、いろんなことやっぱ面倒見なきゃいけない、いろんなことに気を使う、頭を使う仕事じゃないですか。だから自分という人間がそういうことができるのかな、まあ向いてるのかって正直思うようなことも多々あり、だから横でそのエヴァンゲリオンの作られ方とか安野さんの振る舞いとかみたいなのやっぱ感心することは多いんですよね。やっぱこういう人が向いてんだなみたいなのがあって、自分はどちらかというとやっぱ自分の芯にあるものは絵を描くことが好きっていうことみたいだっていうのに気づかさせられた仕事だったっていう感じはしますね。だからといってその自分の世界観をアニメっていう形で表現するのはもうやめたっていう意味では全くないんですけど、その資質の話ですね、本質的な話っていうか、これはやんなきゃいけない仕事だからやろうみたいなのは結構あったんですけど、自分の立場上これやらなきゃみたいなのがあったんですけど、そうではなくてもっと選ぶって言ったら変ですけど、自分がやりたい心底やれると思うものをよくよく選ばないとなってちょっと慎重な感じになってる気もします。なんかいろんなことを気づかさせられた作品だなと思いますね。でなおかつその自分が絵を描いてイメージを出していくことで何らかこう誰かを助けることができていたとしたらそれはすごく意味のあることだし、実際その使ってもらえて画面に定着されたものもいくつもあるので、そういう意味ではこう非常に大事な作品ですね。望まれる場所にいて望まれる仕事をする、これ以上の幸せあんまないはずなんですよね。自分の立ち位置ができたというか、その絵を描く人間としてから、そういう経験をしたという意味では作品としても特別ですし、スタジオとしても特別かなとは思います。自分はやっぱなんかあんまどっちかというと作家ではないなって思ってね。そう作家って呼ばれる人はその内側にやっぱりモチベーションを持ってるタイプの人かなっていう気がするんですけど、その言わずにいられないって、その何らかの形で出さずにいられない人っていうか、動機をすごく内側に持ってる人だろうって思うんですね。自分はずっとこう思ってるのはなんか、本当は空洞なんじゃねえのって思ったりよく思うんですよね。その外側から何かボールを投げ込まれて初めてピクッとくるかどうか、パッと目が覚めるかどうかみたいな、そんなところがあるなって思って、その例えばニュースを見ていても何か本を読んでいてもなんかピクッとくるネタがないかなって思って見てる節はありますね、常にね。なんか
自分の頭が働き始める瞬間っていうのがあって、それがフックですかね。でそれをつらつら考えながら、ああでもないこうでもないってこう思い浮かんだことを継ぎ合わせていって、なんとなく全体像が見えそうであればやれるかなって感じがするんですね。その手を動かす前にこうイマジネーションの中で割とこう頭や手足が見えてくるかどうかみたいなことが結構大事なような気はしますね。なんかそうそう、特に方法論とかがあるわけではないですけれども、とにかく最終的な仕上がりの絵が見えて、ああ俺これできるわって思えたら閉めたもんっていうか、脳内の映画館に映写していくのがたまらなく面白いみたいな、そういう感じはありますかね。自分らしさ、自分が作ったものらしさ。やっぱ雑ってことじゃないですかね、なんかね。絶対こうでなきゃいけないみたいな、その理想のビジョンに向かって邁進する力が弱いのかなって思うことはありますね。結局そのスケジュールであったりコストであったりっていう、こう現実の前でこうすぐ折れてしまうことが多いのでなんかクリエイターとかいう人たちはこれじゃダメなんじゃないかなみたいなっていうことはたまに思いますけど、で出来上がったものを後で見てみても、あ雑だなみたいな、なんでここでもうちょっと頑張んなかったのかなって思うこともあります。あんまりでも変化はないんですよね。だから実感としては何もやれてないなっていう感じがありますね。まだ全然こういろんなことをもっとあれもやりたいこれもやりたいとかはあるので、逆に言うとそのキャリアに対する反省じゃないですけど、興味の赴くままにいろんなことをやり散らかしてきたので、これが私ですみたいな、これ私の代表作ですみたいなないなと思っていて、なんかこうガチャガチャした集合体になってしまっていて、そこを何とかしたいなっていう反省点はありますね。ただそれがそのいわゆるアニメ映画とかそういうコマーシャルなもの、大きなバジェットを必要とするものかどうかはちょっとまだわからないなと思ったりもしてます。キャリアの中でやっぱり自分が一番軸足を置いて、いろんなことしましたけど一番軸足を置いてきたのはやっぱり絵を描くことなんだなっていうのはなんとなくこうはっきりしてきた。そこにやっぱ集中していきたいかなという気はしています。正直な一言で集約してるのは下手くそだなっていうのがすごく感想ですね。今自分の仕事を振り返ってみたら下手くそでなおかつ雑だってことですね。下手だけどそれを感じる自分にはまだ可能性があるんじゃないかと勝手に思ってもいて、もっと丁寧にというかちゃんとしろ、ちゃんと仕事をしろと自分に対してですねってことはすごく思いますかね。いい加減もう年も取ったんでそういう後悔はしないように、なんかねもうちょっとマシな仕事を頑張っていい仕事をね、面白いものを作っていきたいなというのはすごく思いますけど、まだまだやれてないことだらけなので、逆にこうなんか満足しましたか、やれてますかって言われても何にもやれてないですっていうのが正直な気持ちですね。まだまだこれからだということは